是解锁新地图了吧？要。有点想要水之都。こんなところでか？一緒に街まで行けば。寂しがんなよ先輩。また会えるって。ギース、今度会った時は料理を教えなさいよ。是因为他知道鲁迪的名なんで吗？そんなに覚えたいんだよ。それは。なんだいエリス、何が言いたいんだい？デュフフ。はっきり言ってご因らんよ。为舍不得吗？じゃあ旦那も達者でな。お前もな、あまり悪さはするなよ。分かってるって。あ、そうだ先輩。冒険者ギルドには忘れず顔出せよ。おお。じゃあな。小撇。好漂亮啊！有点像瑞士的感觉吗？管风琴。有点像唱诗班的感觉。首都就是不一样了，看着。それではチームデッドエンドの作戦会議を始めます。はい、拍手。さて、マ大陸に飛ばされてから1年半もかかってしまいましたが、難怪愛丽丝舍不得呢。人族の領地まで来ました。このままアスラまで一直線と言いたいところですが、とりあえずしばらくはこの町で金を稼ぎたいと思います。なんでよ。ミリスは仕事の首都好挣钱吧？ここで一気に稼いだ方が効率がいいでしょう。次また船に乗るときにいくらかかるかわかりませんしね。また船に乗らなきゃいけないの。それに愛丽丝晕船。スペルト族の名誉回復も並行して進めたいと考えています。哦，他要量产吗？打算。そしてこれをお守りだと言って渡します。难怪上一集给了兽人他们。数分後には100年来のソウルブラザーになれるでしょう。ってな感じです。こんなものを作っていたのか。所以一定要是瑞典族原本的样子。このルイジェルドさん人形を量産したいのと、ついでに手紙を書きたいと思いまして。手紙？はい、僕たちの無事を知らせる手紙です。慌ただしいことばかりで忘れていたが、パウロたちも心配してるだろうし、連絡した方がいい。还不知道保罗他们的事。こんな状況だ。ダメとは言うまい。二人はどうしますか？じゃあ私はゴブリン退治をしてくるわ。この辺りに出るって聞いたのよ。ゴブリン退治。应该不会吧？爱丽丝很厉害。やらせてみろ。ですが、そうですか。ル
ルイジェルドさんが言うならゴブリンぐらい一人で大丈夫よ。フラグにしか聞こえないんだよな。まあそういうことなら明日はおのおの自由行動ということにしましょう。瑞杰路都不会要自己睡地板吧？エリスの声把床给他们俩，ルイジェルド。根本不懂。思えばパウロに手紙を書くなんて初めてだ。なんて書こうか。スペルド族と仲間になったとか、魔界大帝に魔眼をもらったとか書いたところで信じてくれるかな。どけ！やだやだ、また人さらい。この世界は本当に人さらいが多い。正直あまり関わり合いになりたくないところだ。ついこの前冤罪で監禁されたばっかだしな。やれやれ。デッドエンドの掟その1。还是打算去救子供は見捨て了る。な。掟その2。子供は絶対に見捨てるな。デッドエンドは正義の味方。そうやって少しずつスペルド族の汚名を晴らすのだ。誰にもつけられてないだろうな。大丈夫か？おい、団長を呼んできてくれ。分かった。团长，他にも仲間がいたのか。さて、どうやってあの子を助けようか。相手の強さが分这かる。感觉像是在照顾他呀飛。び出して戦闘は危険だな。しばらくここに身を潜めて待つか。頼むから暴力とかやめてくれよ。しかし一体ここは何だ？教会として機能しているようには見えないが。布だな。服にしては少々小さい。しかし触っていると不思議と安らかな気分になる。この感触、形。哦，不会吧？そうそう、ここに2つ穴が開いていて。ってパンツじゃねえか！誰だ？しまった。木箱の中が出てこい！そう、こんな罠を用意しているとは卑劣な。侵入者だ。おい防的就是你这种人吧？しょうがねえ。幼き者を守護者から引き離し、己の醜い欲望の糧とする者よ。その行いを恥と知れ。装教会吗？それを誘拐という。哦，然后想到那个内裤超人。俺はデッドエンドのルイジェルドだ。デッドエンドだ？瑞杰路德比莱克，我真的会子供谢を。助けますから。おいガキ、正義の味方ごっこならよそでやれよ。俺とじゃな。大丈夫か少年？あれ、この子どこかで。何があった？気をつけろ。ガキだが手だれだぞ。それは私の。ごめんルイジェルド、本当にごめん。这是这那女的呢？敵め。離せねえぜ。右に左に。あ、すごい。吟唱。危ない。ゴキブリみたいに逃げて。変態め。団長はまだか。おう、待たせたな。なんだ、ただの酔っ払いじゃないか。てめえ好き勝手やってくれやがって。覚悟はできてんだろうな。この男もどこかで見たことがあるような懐かしい感じがする。
我靠，那小辫儿，不会是保罗吧？还是 Philip？ 应该是保罗吧？他怎么成这样了？又是这个音乐。こいつ他のチンピラとは格が違う。しまった。ルディ。居然是以这种方式相见。男は一人しかいない。そう、それは正真正銘この世界での俺の。他怎么这么憔悴了？应该是狂在找他亲人。还好他现在还能遇到鲁迪。ルディ。父様、お久しぶりです。なんだルディ、よく生きていてくれたな。その父様はどうしてここに？どうしてって伝言を見ただろ。伝言ですか？はて、何の話だろうか。そんなものを見かけた記憶はないが。なあルディ、お前今までどうしてきた？どうと言われても大変でしたよ。ロアでの災害に巻き込まれて1年半。話したいことはたくさんあった。第1部、心の友ルイジェルドとの出会い。そしてリカリスの町での大騒動。第2部、配下のエリスルイジェルドと共に大魔術師ルーデウスが世直しをしながら魔大陸縦断の旅。第3部、卑劣な従属の罠にかかり囚われの身となって絶体絶保命罗会不会觉得鲁迪一直都置身事外了？完全不知道家里的事儿，但这也不是鲁迪的问题。そしてウェンポートへとたどり着いた僕らが目にしたのは。もういい。お前がこの1年ちょっとの間遊び歩いてたってことはよく分かった。并不是大変だったんですが。お前の口調からは大変さなんてみじんも感じられねえ。それはそういう風に話したからで、確かにちょっと調子には乗っていたかもしれないですけど。なあ、お前どうして魔大陸で他に災害に巻き込まれた奴らの情報を集めなかった？どうしてと言われても答えようがない。理由があるとすればただ一つ。気が回りませんでした。その余裕がなくて。見ず知らずの魔族を助ける余裕はあっても、他に転移されたであろう人たちを気にかける余裕はないってか。優先順位を間違ったと言われれば確かにそうかもしれない。けどあの時は本当に気が回らなかったのだ。仕方ないだろう。人も探さず手紙の一つもよこさず、可愛いお嬢様と二人で遠足気分で冒険者暮らし、しかも強力な護衛までついているときた。それでなんだ、ミリシオンに来て最初にやったことがパンツかぶって正義の味方ごっこか。僕だって右も左もわからない状況で、でもエリスだけは守らなきゃって思って、多少抜けてることがあったって悪くないでしょ。別に悪かねえよ。じゃあなんで突っかかってくるんですか？エリスってのはフィリップの娘だったか？ああ、もちろんそうですよ。さぞ可愛いお嬢さんなんだろうな。手紙を出さなかったのはお嬢様の護衛が増えるとイチャイチャすんのを邪魔されるとでも思ったからか？だからそれは気が回らなかったからって言ったじゃないですか。団長、それぐらいにしてあげたらどうです？まだ小さいんですから。
じゃねですが女のことで父様にとやかく言われたくないですよ。え。ああ、互接その上女の人は班。何なんですか？近くにそんな綺麗な女の人がいるって母様やリーレは知ってるんですか？但是他也不知道保罗在经历什わけ么。ねえだろ。じゃあ浮気し放題ってわけだ。随分とエロい格好させちゃってまあ。こりゃ新しい弟か妹ができる日も近い。ふざけたこと言ってんじゃねえぞルディ。哦，别这样。ってことはザンとポートにも足を運んだんだろうが。それがどうしたってんだよ。なら知ってるだろうが。知らねえっつってんだてめえ一生懸命やってきたんだ。知らない場所に飛ばされて誰も知ってる人がいなくて、それでもなんとかここまで来たんだ。なんで責められなきゃいけないんだ。てめえならもっとうまくできただろうが。できねえよ。くそ、なんだよその目は。そんな顔するやつじゃなかったはずだろ。哦，他也心疼保罗吧？哦，这是他妹妹，这是第一次。覚えてるかお兄ちゃん。いじめ？俺がいじめ？いや、だって。就好像他不是这个家的一份子一样。何も見なかった。俺は何もしなかった。宿に戻ってエリスとルイジェルドを待とう。そしてすぐに旅立とう。明日か明後日か。転移したのはお前だけじゃねえ。ブエナ村の奴らも全員災害に巻き込まれた。今なんつった？ザンとポートの冒険者ギルドにも伝言は残した。お前冒険者になったんだろう。なんで見てねえんだよ。お前がのんきに旅してる間に何人も死んだんだぞ。転移災害、どうして思い至らなかったんだ。俺はどうしてブエナ村が無事だって思ったんだ。そうか、みんな行方不明ってことはシルフィも。お前自分の母親より女の心配か。母様も見つかってないんですか？ああ、全く見つからねえよ。这一点陆地确实就。俺たちは転移した奴らを探すためにこうやって捜索団を組織している。捜索団がなんで人さらいを？奴隷に他是在帮助我そういうんだよ。们。奴隷？突然転移してそこがどこだかわからない状態で騙されて奴隷にされて、そんなのが何人もいたんだ。そうだ、さっきのやつ昔シルフィーをいじめてた。お前ならとっくに事情を察して動いてくれてると思ったよ。それがのんきに冒険とはな。虽然也不是悠哉吧，但是鲁迪确实又想到了以前。哦，别这样。可能感觉又回到那种よし。被大家排挤的生活。何？前にもこういうことあったじゃないか。話せばわかるさ。だからパウロを落ち着かせて今後の計画を練るんだ。そう。まずはパウロに会って、パウロに。
是他给保罗写的信吗？あのね、聞いて、さっきゴブリンたちを倒してきたら。誰よ、誰にやられたの？なんでもないよ。そんなはずない。何かあったのか？この町に父様がいました。何か嫌なことでも言われたか？なんで？久しぶりに会えたんでしょ？他们都互相说了无法挽回的话。話しなさいよ。親子喧嘩に口を出すな。あんなに頑張ってたルーデウスがこんなに哦，瑞杰路得明白了这种父子关系。弱っているならお前が慰めてやればいい。以前一直是鲁迪去安慰爱丽丝的。爱丽丝真的好可爱。大丈夫よ。私がついてるから。ごめんなさい、ルーデウス。私、あんまりこういうの得意じゃないから。いえ。ありがとう、エリス。可能更像有一种家人的感觉。这样看，其实 ending 已经有暗示，保罗哦，旁边站的就是他们小队。天，这一集感觉一下就把那种从愉快的那种旅行之中抽离出来，回到这种残酷的现实里了。双方都不能说完全有错吧，但又不能说完全没错。核心的一点主要是因为鲁迪他之前就从来没有把保罗、杰尼斯他们真正当做那种家人，真正意义上的家人。他确实明显更加重视西鲁菲。他当时第一次被送走5年去爱丽丝那儿的时候，他想到也是跟西鲁菲要分开这么久，而没有说真的很想念他的父亲母亲。就也能稍微理解，主要是因为鲁迪他是被送到这个异世界来的，他其实并没有把他们当做那种有情感连接的对象。看到保罗现在这副模样，真的还让我心情挺复杂的，真的就是一整个大憔悴。我觉得就是现在这个状态，他不可能真的有什么能力还去跟其他的女人去调情啊，或者是怎么样的。他应该一直以来都是在各处奔波，为了找亲人。而且在找亲人的这个途中，他也没有忘记去保护，帮助那些其他需要帮助的村民。他们都叫他团长，而不是队长。他是这一屋子人的团长，他已经集结了非常多人，帮助到了很多人了。鲁迪这边呢，就是他本身在他以前那个世界就没有什么很多亲情的那种连接，然后葬礼也不去，再加上他本身就是一个很闭塞的。
很显然，他到了这个异世界，也还是保留了这个习惯，并且我觉得他讲故事那里其实也是专门挑了一些看似比较有趣，把这个故事润色成了一个好像很有冒险感的这么一个旅程，实则他也就是隐藏了很多他们历尽的一些艰辛。我觉得可能也多少有想让保罗放心的这种感觉，就是像很多子女都愿意给父母报平安而不报忧一样。但是只是他没有想到，这样其实更加激怒了保罗，他们双方都有很大的误会。保罗完全把鲁迪就是想做了那种不关心家人、村庄，只顾自己游山玩水的那种人。而鲁迪他确实对于这个灾难到底是什么情况不知情，他自己的旅途也是充满一些生死攸关的时刻，他没有那么多余力。但是他确实也根本没有想着给家里通个信儿啥的，他没有这样的习惯。而鲁迪他真的经常就是没那么重的危机感，他也还经常会想当然。就比如之前在那个迷雾森林里面打魔兽的时候，他非要一等再等，结果一瞬间那魔兽就把另外那一对那个小孩给弄死了。包括就是这次都已经这么紧张的局面了，保罗都已经是这副样子了，他还在那旁边看凶。不得不说鲁迪他还是有一些天真的，也能理解，就是鲁迪他的这个疏忽，很大程度上是受他这个之前经历的影响。他可能也比较信任保罗和杰尼斯，因为他们毕竟以前也是冒险者，所以可能觉得他们不太会出事儿。包括就是不去港口看消息，估计也是碍于瑞杰路德他那个身份不是在港口比较敏感吗？但是说真的，这些所有的误会，在他们开始互相猜忌的那一刻，都已经显得微不足道了。最让我痛心的一个就是他们父子俩互揭老底，还有一个就是诺伦挡在保罗身前。正是因为他们俩都互相太了解彼此了，所以更加知道到底什么话能更加戳中对方的痛处。我觉得这个父子间的这矛盾真的刻画的太真实了，甚至他俩在这个互殴的时候也没有那种完全有收之力，因为他们太了解对方他们的这个战斗能力了。保罗对于鲁迪的这个期望也是非常高的，他从始至终都没有把鲁迪真的当做一个就什么都不懂小屁孩，他是明白鲁迪的聪明才智的。这也为什么他也让鲁迪去找他的家人，他们对彼此的那种高度的信任，包括像本身他们就是重聚了，都应该是一件非常美满的事情，却最终演变成了这样非常刻薄的互相攻击，充满了这种互相的指责和阴阳怪气。这次矛盾为什么那么真实，也正是因为就是现实生活中我们也就逃不掉时常会把最难听的话说给最亲近的人听。我觉得亲情本身就是一个非常复杂的关系吧，就是包含着这种了解和爱意，同时也有着伤害。还有很重要一点就是这些话一旦你说出口了，都是无法再撤回的了。怎么样去带着这样已经互相重伤过的经历去继续今后的这个生活，有时候是一生的课题。不是说俩人吵一大架之后就能完全分割了。在鲁迪这儿呢，他们还要继续去找杰尼斯他们。然后就是诺伦，他现在已经长这么大了，而且感觉他真的已经非常懂事儿了，其实还是很欣慰的。他认不出来鲁迪也是情有可原，他本来跟鲁迪相处的时间也没有那么长，但是他在同是亲人的鲁迪和保罗之间，毫不犹豫的就是站在了保罗这边，仿佛鲁迪是一个什么恶人，毫无疑问肯定是会伤了鲁迪心。而且就是一屋子的人都一下都站起来这么看着鲁迪，一下就把鲁迪又带回了曾经的那种阴影之中。他好不容易就是暂时的走出了这个阴霾，就是那种孤立无援的无助感，所有人都把他排挤在外，甚至连他的家人也把他排挤在外。就算暂时性的摆脱了这种阴霾，他还会在这种时刻又重新笼罩你。所以这一点也非常的真实，我也很期待就是鲁迪他怎么样能带着这些伤疤能够继续去前行去改变。最后爱丽丝安慰鲁迪那一段也看得我非常的感动，就是一下又让我想起他们最开始他们三个人第一次住宾馆的时候，外面我还记得是一片非常美的星空，鲁迪当时就是在床边安慰爱丽丝，爱丽丝第一次出这么远的远门，然后身边也没有激烈奴他们。
现在在鲁迪这种脆弱的时刻，爱丽丝也学会了去安慰鲁迪，就是在他需要的时候陪在他的身边。就虽然现在窗外已经没有那一片星空了，就只有一个小蜡烛，但是我觉得这个蜡烛的特写也很有意思，因为爱丽丝现在就是唯一一株这个火苗，就是在温暖着鲁迪吧。鲁迪他有爱丽丝和瑞杰路德在，也真的是十分幸运的。这期视频先到这结束啦，真的这次还有挺多想说的，那我们下次视频再见，拜拜。